どうもこんにちは、福山茂です。今回の YouTube のテーマは労働者災害保障保険です。今回の内容について、1、労災保険の加入、2、業務災害と通勤災害、3、メンタルヘルスと労災保険、4、労災保険の保障、これらについて説明していきます。1、労災保険の加入、労働者災害保障保険、通称は労災保険です。仕事中、通勤途中の病気や怪我の治療費の面倒を見てくれます。療養期間中または障害の残った労働者、死亡した労働者の遺族の生活費としてお金がもらえます。労災保険の加入は労働者が1人でもいる事業所は原則として強制適用です。労災保険の保険料は事業主のみが負担です。保険率は事業の種類によって定められています。労災保険の手続きと窓口は労働基準監督署で行います。労災保険の適用対象は労働者に対してです。使用者は原則として加入できません。特別加入の場合です。使用者も危険な業務をしていることがあります。中小事業主、個人タクシーや大工さん、海外派遣労働者などです。労働派遣事務組合に労働保険の事務処理を委託して加入できます。2、業務災害と通勤災害。労災保険は業務災害と通勤災害が原因で起こった病気、怪我、障害及び死亡に関する保障を行います。業務災害が認められるには、業務遂行性と業務起因性の2つが必要です。まず、業務遂行性です。労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態です。労働時間、トイレや水飲み、落ちたものを拾う等の業務不随行為、事業主の管理下にある休憩時間などです。業務起因性、業務と疾病との間に因果関係が認められることです。労働中の怪我、休憩時間中でも事業所の管理に問題がある場合です。通勤災害は以下の3つの場合で認められます。1、住居と就業の場所との間の往復。2、就業の場所から他の就業場所への移動。3、上記位置に掲げる往復に先行し、または皇族に関する住居間の移動。これの例えは単身赴任先から自宅への移動ですね。帰宅途中のスーパーへの買い物、外食等は逸脱中断とみなされて通勤災害とは認められません。3、メンタルヘルスと労災保険。メンタルヘルスに関わる労災保険が認められるには、心的負荷による労災認定基準の3つが必要です。認定基準の対象となる精神障害を発病していること。認定基準の対象となる精神障害の発病前、おおむね6ヶ月の間に、業務による強い心的負荷が認められること。業務以外の心理的負担や個体側要因により発病したとは認められないこと。これらです。業務による強い心的負担が認められるかの判断は、業務による心的負担表により強と評価される必要があります。特別な出来事は強になります。月160時間を超える極度の時間外労働、強姦・わいせつ行為のセクハラなどの心理的負担の極度のものです。特別な出来事でない場合は、具体的出来事とどれだけ当てはまるか判断します。4、労災保険の保障。これから説明する名前に保障がつく給付は業務上の傷病で会社に保障義務が発生します。保障がつかない給付は通勤災害による傷病です。まずは療養保障給付です。労災指定医療機関の場合は現物支給されます。労災指定でない場合は全額自己負担した後に労基署へ申請手続きをして立て替えたお金を戻します。次に休業保障給付です。養老期間中の生活保障です。特別支給金を含めて給与の約8割程度がもらえます。そして障害保障給付です。傷病が治癒した後で障害が残った場合に支給されます。障害等級に応じて年金または一時金が支給されます。また傷病保障年金です。1年6ヶ月経っても治癒せず、療養を続ける場合に支給されます。他にも遺族保障給付、介護保障給付、二次健康診断等給付があります。今回は労働者災害保障保険について説明しました。
業務中や通勤中の災害であれば保証がしっかりしていますね。この YouTube チャンネルの金のカテゴリーでは社会保険の内容についてシリーズで行っていきます。今回の内容が皆さんにとって良い機会になれば幸いです。以上です。ご視聴ありがとうございました。今後も一緒に人生資源について勉強しませんか？もしよかったらチャンネル登録のボタンをクリックしてください。それではまたよろしくお願いします。